皆さんご機嫌いかがでしょうか。本チャンネルでは数式モデリング技術の重要性を啓蒙する動画を配信しています。前回の動画では生物科学システム理論 BST における S システム型方程式を設定する方法についてお話ししました。BST にはよく使われるもう一つの基本式 GMA システム型方程式がありましたね。そこで今回の動画ではいくつかのネットワークを例として GMA システム型方程式の設定方法を説明します。通常 GMA システム型方程式は1式のように与えられます。代謝物 xi のプールへは他のプールから流入する複数の流速とこのプールから他のプールへ流出する複数の流速が存在する可能性があります。GMA システムではこれらを個々にべき乗則型式で表します。それでは次に示す代謝反応ネットワークを1式の形で表してみましょう。これは直作上の代謝反応ネットワークです。代謝物 A は酵素1の触媒作用により上流の代謝物から生成されます。この代謝物は酵素2の触媒作用により代謝物 B となります。さらにこの代謝物は酵素3の触媒作用により別の代謝物へ変換されます。最初にこのネットワークを BST の記号で表します。ここで流速は小文字の V を使っていることに注意してください。次にネットワーク内の各代謝物ノードに対して GMA システム型方程式を設定します。これは2式3式のようになります。ただし X2 に対する3式中の V1 には X1 に対する2式中の V-12 のと同じなのでV12 の項を V-12 の項で置き換えます。これが GMA システム型方程式設定の流れです。しかしこの記述法では速度乗数には2種類の番号、また反応次数には3種類の番号をつけて区別を行う必要があるので式を書くのに苦労します。そこでこれから実用的な GMA システム型式の記述法を紹介します。4式は代謝物濃度 xi の時間変化を xi のプールにおいて取られた流速 vk の収支により表したものです。ここで vk は5式に示すように一つの番号をつけただけの簡単な表記で与えられます。4式によれば1式よりも簡単にネットワーク式の設定が可能です。よって私はこの表記法を積極的に使用しています。これからアップロードする私の動画ではこの方法で GMA システムを表すのでご了解ください。それでは先ほどの例1へこの記述法を適用してみましょう。代謝ネットワークを BST の記号で表すと図のようになります。これに基づき GMA システム型方程式を書くと6、7式のようになります。これらの式は明らかに4、5式よりも簡単ですね。2番目の例はフィードバック阻害を受ける直作上代謝反応ネットワークです。代謝物 A の生成に関わる酵素が下流の代謝物 B により阻害を受けています。阻害や口述するネットワークモデルで現れる活性化に対してはその作用を破線で表します。BST の記号を使ったネットワークは図のようになります。それでは GMA システム型方程式を設定しましょう。この例では X1 の合成反応が X2 により阻害されているので V1 を
8式の右辺第1項のように書きます。9式は例2の式と同じです。例3は分岐のあるネットワークです。上流の代謝物から合成された代謝物 A は異なる酵素の作用により代謝物 B と C へ変わります。前と同じように最初にネットワークを BST の記号で表します。次に GMA システム型方程式を設定します。X1 の式には流出流速が2個あるので樹式のように表します。これらの流速は X2 と X3 のプールでは流入流速となります。X2、X3 のシステム型方程式はそれぞれ11式、12式のようになります。例4は例3のネットワークに阻害と活性化の機構を加えたものです。これを BST の記号で表すと図のようになります。このネットワークに対して GMA システム型方程式は13式、14式、15式のようになります。間違いがないかを確認してください。最後の例5は2つの代謝物から1つの代謝物が合成される変化を含むネットワークです。これを BST の記号で表すと図のようになります。X1、X2 に対する S システム型方程式は簡単ですね。これらは16式、17式のようになります。X3 プールへは X1 と X2 のプールからの流入流速があります。これらは X3 プールへの流入流速です。よって X3 の時間変化は18式のようになります。以上の作業が GMA システム型方程式構築の基本です。これを身につければ、さまざまなネットワークに対して GMA システム型方程式を設定することができるようになります。最後に3つの練習問題を与えます。自分で GMA システム型方程式を設定し、私が書いたものと同じになるかを確かめてください。本日のお話はこれで終わりです。それでは次回の動画まで。ごきげんよう。